皆さん、こんにちは。みゆの日本語カフェへようこそ。今週もみゆの日本語カフェへ遊びに来てくれてありがとうございます。皆さんの一週間はいかがでしたか？私は山に紅葉を見に行ったりしたんですが、一週間が今週はとても早く感じました。そして最近はどんどん気温が下がっているので、長袖ばかり着るようになってきました。さて、今日はエピソード6です。季節はすっかり秋めいてきましたね。この時期、日本のお寺や神社を訪れると、とっても華やかで可愛い光景を目にします。皆さんは11月の中旬に日本で何のお祝いをするか知っていますか？そう、今日のテーマは日本の伝統的な通過儀礼、七五三についてです。今日は七五三の文化、意外と知らない深い歴史、そして特徴的な風習についてゆっくりお話ししていきましょう。さあ、今日も一緒にコーヒーを飲みながら日本の文化を掘り下げていきましょう。では、乾杯！まず、七五三っていつ誰が何をするのと思いますよね。そこで基礎知識からお話ししていきます。まず、七五三は子供の成長に感謝し、幸せと健康を祈る行事です。名前の通り、3歳、5歳と7歳という節目になる年齢でお祝いをします。また、男の子は5歳、女の子は3歳と7歳でお祝いをするのが一般的です。ここで少し言葉の解説ですが、七五三は本来数え年で行うのが正式でした。数え年というのは生まれた時点を1歳として、お正月を迎えるたびに1歳年を取るという昔の数え方です。でも今は通常の数え方で今年3歳になるからとシンプルにお祝いすることがほとんどです。そして七五三の日程は11月の15日ですが、最近では10月から12月の間でご家族の都合のいい週末に神社やお寺にお参りに行くのが主流になっています。さて、なぜこの年齢を祝うかですが、とても気になっている方も多いと思います。昔の日本は今ほど医療が発達していなかったため、子供の死亡率がとても高かったんです。そのため、7歳までは神の子という考えがありました。それがどういうことかというと、つまり7歳になるまではいつ神様の元へ帰ってもおかしくない不安定な存在だと考えられていたんですね。無事にこの高いハードルを超えて成長できたことを認める重要な儀式。これが七五三が通過儀礼と呼ばれる理由です。また、通過儀礼は七五三に限らず、人生の節目ごとに社会的な役割が変わることを示す儀式です。なので、七五三以外にも、成人した時や、また日本では還暦という60歳になった時にこのような通過儀式を行うこともあります。実は七五三はもともと一つの行事ではなく、3歳、5歳、7歳で、それぞれ別の3つの行事がありました。3歳では神置きの儀
と言って、それまで剃っていた髪の毛を初めて伸ばし始めることが儀式としてありました。また、男の子が5歳になった時点では、袴着の儀がありました。これは男の子が初めて袴を着用する儀式、少年への仲間入り、また大人の第一歩として行われていました。そして7歳は帯解きの儀、女の子が紐のついた着物から卒業し、帯を初めて締める儀式でした。続いては七五三の華やかな風習、特に服装や食べ物などに注目して話していきます。七五三といえば子供たちが着飾る姿が印象的です。3歳の女の子の定番は着物の上に袖なしの羽織を着る皮膚スタイルです。小さな子にとって長時間帯を締めるのは大変なので、動きやすい皮膚が人気です。5歳の男の子は多くの場合、黒の袴を着ます。そして7歳の女の子は大人と変わらない帯付きの着物を着ます。それぞれ年齢によって服装が異なるので、とても印象的です。そして私自身も七五三を祝った記憶があります。私は妹と3歳離れているので、年齢差の関係で少しタイミングはずれたんですが、家族で神社にお参りに行った思い出があります。また、祖父母や両親が祝ってくれて、写真撮影もしたのを覚えています。また、その写真は今でも実家に飾ってあります。私はかなり不機嫌な顔をしていました。残念です。そしてもう一つ、七五三に欠かせないシンボルが千歳飴です。千歳飴は細長く紅白の縁起のいい色をした飴で、鶴や亀、松竹梅などのおめでたい絵柄が描かれた袋に入っています。この千歳という言葉は千年の長い年月を意味します。つまり、千歳飴には子供が元気で長く長く成長し、長生きしますようにという親の深い願いが込められているんです。千歳飴の細長い形自体も長寿の願いを象徴しているんですよ。私も幼い頃、七五三を祝って以来、この千歳飴がとても特別で美味しい飴という認識があり、大人になってからでも神社やお寺に行くとつい手に取ってしまいます。現代の七五三は昔よりも日程や服装の選択が柔軟になり多様化しています。ですが、形は変わっても七五三の本質はいつの時代も変わりません。それは命がけの成長を経て無事にこの節目を迎えられたという子供の成長への感謝と、これから先も健やかに育ってほしいという親の切なる願いです。私たち大人がそうした日本の歴史や伝統を理解して次の世代に伝えていく。これもまた大切なことだと感じます。ということで、今日のミュの日本語カフェでは、七五三という通過儀礼を通して日本の文化を見てきました。皆さんの国にも子供の成長を祝う大切な儀式はありますか？コメントでもぜひ
教えてください。それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。皆さん素敵な1週間をお過ごしください。そしてまた来週みゆの日本語カフェでお会いしましょう。またねー。